こんにちは、IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。IKEA が新商品ラッシュです。今回は特に売り切れ前にチェックしてほしい新商品を紹介します。ほんと IKEA は売り切れるのが早いんですよ。前から話題になっていた限定コレクションの話題もありますので、ぜひ最後までご覧になってください。今期はキッチンアイテムがえらいことになってまして、新商品がたくさん出ています。まずはこちらのシリーズです。すごく明るめのベージュで細かいドットみたいな柄がついてます。可愛すぎませんか？努めて冷静に紹介しようと思ってるんですけども、ほんと可愛いです。こちらはですね、4種類サイズ違いが出ています。どれも使いやすそうです。で、こちらの平らなプレートなんですけども、これもすごくいいなと思ったのが、微妙に立ち上がりがあるんですよね、縁に。なので小さいお子様も使いやすいと思います。電子レンジ OK、 食洗機 OK です。またこちらはね、セットじゃなくて単品で買えるっていうのも、1枚ずつ買えるっていうのも嬉しいポイントです。いや、もうどうします？お皿ってそんなしょっちゅう買い替えられないから、ほんと苦しいですね。こちらのプレートは朝ごはんとかワンプレートにしたい時にもすごくちょうどいいサイズだと思いました。ちょっと伝わりますかね。このドットのカラーが茶色なんですよね。それがまた可愛い。こちらは IKEA で超有名デザイナーのヘンリックさんのデザインです。私も持ってますけど、ブルーの斑点がついた食器のシリーズもヘンリックさんのデザインですし、ちょっと縁の感じとかあれと似てるかなと思いました。なんとこちらのシリーズマグカップもございます。可愛すぎるんですけど、ほんと勘弁してほしいんですけど、これにコーヒーを入れて飲みたいですね。このセミマットな質感もすごく綺麗なんですよね。重さは特に重たいとか軽いとかは感じませんでした。マグカップつながりでこちらも紹介します。色味がとても可愛いマグが出ていました。持ち手のこの指をかける部分がちょっと小ぶりでして、可愛いデザインとなっています。で、もう一個マグ、こちらも紹介します。こちらは前からホワイト、ベージュオフホワイトが発売されていましたけども、色違いとしてサンドイエローのカラーが出てました。同じくこちらは食器も出ています。で、こちらも左に見えてますように、今までは4個セットで売られてたんですけども、今回のイエローからは単品売りがされてました。これは嬉しいです。この商品名なんて読むんでしょうね。日本の IKEA はカタカナが振ってあるんで比較的読みやすいんですけども、きっと発音難しいんでしょうね。この底面にちょっと渦巻きみたいな模様が入ってて面白い柄だなと思いました。お値段がとてもお手頃価格ですね。こちらも食洗機 OK、 電子レンジ OK になっています。このお椀を見ると側面にもちょっと模様が入っているのがわかります。またこの商品棚に積み重なっている姿を見ると、どちらも小スペースですね。意外ともう一つ今季注目の食器のシリーズがあります。ストライプ模様がとっても可愛いボウルとプレートが出ています。で、それぞれピンクとグレーが出ています。こちらも先ほどと同じヘンリックさんのデザインとなっています。クリアなプレートってちょっと珍しいので面白いですよね。こちらも食洗機 OK、 電子レンジ OK です。これも全部単品で買えるのが嬉しいです。このボウルの方がとても人気で在庫が少なくなっているお店があります。事前にオンラインでチェックしてください。プレートの方も売り切れるの早そうです。こちらもとっても素敵でした。オンラインで見るとなんかシンプルなボウルなのかなと思ったら、柔らかい模様が入ってまして、とても素敵でした。フォルムもすごく丸っこくて可愛いです。こちらもデザインバイヘンリックさんですね。大きい方もとても涼しげな雰囲気がしています。ちょっとシーズン的にあれですけどね、おそうめん入れたら綺麗ですね。こちらは積み重ねて収納して OK と記載がありました。またこちらもオンラインだと分かりにくいんですが、とっても大きいサイズのボウルです。 IKEA はお値段がお手頃なんで、
こんなに大きいと思わないんですよね。なのでご注意ください。こちらはサービングボールです。横のねこの食器と比べると大きさ大きいの分かりますでしょうか。色がグレーでシンプルなデザインがとても可愛いです。今期噂の新商品を見つけてしまいました。こちらクリップです。オンラインサイトに掲載されるのと店舗で販売されるのとでは時差があるんですけども、店舗ごとの差もめちゃくちゃあるんですけど、こちらの商品は店舗が早かったんですよ。なのでこんな可愛いもの見つけちゃいましたっていうメッセージがね私のインスタの方に来ているぐらい話題になってました。で他の購入品も紹介します。はい、まずは先ほどのクリップとこのカバン、手提げカバンにギッチギチで入ったこちらはですねマガジンファイルです。ファイルボックスです。でこちらはワゴンの中に敷く敷物なんですけども、フェルトの裏にこんな風に滑り止めがついたものになってます。私はこれをマウスパッド的な感じで使ってます。2年ぐらい結構毎日使ってるとケバケバしてきたので買い替えました。はい、でこちらが噂の新商品のクリップです。バネがねいい感じの強度ですね。で開けてみて知ったんですけど、なんとマグネット付きでした。で6個セットになっています。大きいのが2つ、ミニサイズが4つとなっています。色合いがすごくいいですよね。マグネットの強度を確認してみましょう。めっちゃ強いってわけではないかなって思いました。こちらのクングスフォルスのよりは強くないです。でもこのぐらいの歯磨き粉ぐらいなら余裕でホールドできます。明日出さないといけない郵便物を玄関に貼ったり、ホワイトボードにメモを貼ったり、マグネットがついてるといろいろ用途がありますね。私は洗面所に IKEA のサイドテーブルを2台棚っぽく使っています。ロボット掃除機の上を有効活用したくてこのような使い方してるんですけども、これがマグネットがくっつくのでゴム手袋やコードの整理などに使っています。前々回の動画で IKEA のファイルボックスおすすめな話をしたんですけども、人気のチョーグがですねもう販売終了になりまして、どうしたもんかという話をしたんですけども、ちょうどこちらが新商品で出ていました。色もデザインも可愛いなということで買ってきました。使わない時ぺったんこにできるっていうのがいいんですよね。そこをねこうやって組み込むだけでファイルボックスになります。指をかけられるようになってますね。ちょっと中身が見えるのも分かりやすくて良さそうです。ほんのちょっと見えるのがいいですね。端の処理はこんな感じになってまして、とても綺麗です。前ね切れっぱなしのやつとかもあったんで、ちょっとねこれは良かったですね。こうなってます。ティエナと大きさを比較してみました。ティエナよりも高さが1センチ大きいです。他は幅奥行き一緒ですね。ということはチョーグと同じサイズなのかなと思いました。強度の感じはティエナと同じぐらいかな。頑丈さは。色合い的に無印の文房具ととても相性がいいなと思いました。また大きめのカタログなんかも入れることができるサイズ感です。では店舗に戻りまして、こちらのルームセットにソーデルハムンの新しいオットマンが置いてありました。ソーデルハムンって IKEA で一番人気のソファーなんですけども、こちらのオットマンが今までってこの倍ぐらいあるサイズのしかなかったんですよ、確かね。だからこれはすごく待望の新商品となってまして、待ってましたっていう方も多いんじゃないでしょうか。このオットマンを置くことでソーデルハムンのネイスサイズと同じになります。でしかもオットマンなのでバラバラに使うことができて、単品でも椅子として機能しますのでいいですよね。コンパクトなリビングルームにぴったりだと思います。このクッションのチョイスも私はめっちゃ好きです。2個真ん中にこう置かれてるのすごくおしゃれですよね。ちょっとマニアックかもなんですけども、レストランで出てるリンゴンベリーのジャムが新しくなって出てました。ずっと売ってなかったんですよね、最近食品コーナーに。でもね復活してました。こちらは座布団としても使える分厚いクッションです。多分この白は
いやグレーもカモなんですけど、春ぐらいの新商品だなと思ってたんですけど、グレー色も初めて見ることができました。かなり柔らかめでした。子供部屋にお友達が来た時なんかに座るとこがないので、こういうのあるといいなと思って見てました。クッションカバーも秋らしい新作が出ています。とにかくたくさん出てるんですけども、まずはこちらのギンガムチェック柄を紹介します。こちらは素材が綿 100% っていうのもあって、ちょっとシャツっぽい感じもしました。落ち着いたネイビーカラーで大きいギンガムチェックかわいいです。で同じくチェック柄の布団カバーも新しく出ています。寝具系も新作たくさん出てまして、かなりいろいろ選べるんですけど、こちらのマルチカラーのチェック柄の方はコットンフランネルとなっていまして、保温性が高い素材となっています。秋冬にぴったりですね。ですごく可愛いなと思ったのがこちらのネイビーのものなんですけど、ブラウンのステッチのチェック柄になってます。でね、裏面はストライプ柄なんですよ。これ可愛いですね。こちらの商品は隅っこの方に穴が開いてまして、掛け布団を入れやすい工夫がされています。でちょっといろいろ寄り道しましたけども、こちらギンガムチェックの新作の布団カバーです。めちゃくちゃ暖かそうなフランネル素材です。で今季ネイビーが結構可愛いなと思って見てました。こちらの IKEA ではすごく定番シリーズのバーラというシリーズがあるんですけども、こちらもネイビーが新色として出てました。私このドバーラの枕カバー私も使ってます。綿 100% で洗いやすくてとてもいいです。またボックスシーツなんですけども、 IKEA のボックスシーツって無印とか日本のベッドの規格と合わないっていうことが問題がありまして、今まで選んだことなかったんですけど、こちらのシリーズはサイズ展開がすごい多くって、ヨーロッパ規格だけじゃなくて US、日本を含むにも合うのがあるのかなと思ってちょっと見てました。なんと5色展開なんですよ。もし日本のねサイズと合うやつがあればいいなと思います。やっぱお安いですからね IKEAで。いろいろ見てたんですけど多分ないですね多分なんか私の無印のベッドって幅97ぐらいなんですけど、それに合うのはなかったですね。ただ80幅っていうのが新しかっただけですね多分。むしろこれやったらバーラシリーズの方が幅100なのがあるので、ちょっと長さは持て余しますけどもまだ合うんじゃないかなと思います。無印とか日本の規格のベッドでIKEA のボックスシーツ使ってる方っていらっしゃいますか？こちらは結構前から他国では話題になっていた商品なんですけども、ついに日本にも発売されたようです。こちらは Bluetooth スピーカーです。3色展開となっています。私が行った横浜店にはこのピンクみたいな色しかなかったので、イエローとブラックは見ることができませんでしたが、このカラーもとっても可愛いです。もうこの Bluetooth スピーカーはすごいデザインが可愛くって結構バズってるので、日本でもすぐ人気になるんじゃないかなと思います。ちゃんとコードもこの色なんですよ。ちょっと他の色も見てから決めたいなと思って買わなかったんですけど、皆さんなら何色を選びますか？10月2日に注目の限定コレクションが発売となります。プレス向けのお披露目会があったので参加してきました。左の方がデザイナーのグスタフさんです。ミラーとか本立てがすごく有名なので見たことある方いらっしゃるかもしれないんですけども、今回 IKEA とコラボレーションしてクリスマスパーティーが楽しくなるようなテーブルウェアをたくさんデザインされました。で私はこのライトがとても気になっています。ポータブルライトでプラスチック製でとても軽かったです。で代表的なのがこちらのミートボールのお皿ですね。グスタフさんはとてもミートボールが大好きなので、もうキングのようにミートボールを特別なお皿を作りたかったということでこのようなお皿を作ったそうです。
別にミートボールじゃなくても好きなおかずをもうキングのように並べるためのプレートとして使えると思います。皆さんなら何を並べますか？あとこちらのお花を入れるとボヨンボヨンと揺れる花瓶がとても面白かったですね。こちらのソーサーとカップはスウェーデンではとにかくクッキーをたくさんパーティーで焼くそうなんですよ。その時にグスタフさんのおばあ様が運ぶのが大変そうだったのでクッキーを一緒に運べるカップを作ったっていうことでした。ちょっとカップは小さめですけども、こちらは積み重ねてもとても可愛らしいデザインとなっています。もうさすがですね。この辺りは本当パーティーが盛り上がるようなものばかりでした。日本では10月2日からの発売となります。このような貴重な経験ができるのも皆様のおかげです。本当にありがとうございます。これからも IKEA の一ファンとして推し活していきたいと思います。あとは10月2日に IKEA 広島店もオープンということで、その発表もありました。また秋のレストランの新メニューのお披露目もありまして、試食会などもありました。ローストビーフ丼がね、温玉のせができるみたいですよ。あと、10月に日本の美濃焼の技術を取り入れた食器が発売されるそうです。サイズ展開は9種類あって頑丈だそうです。もう軽さはね、私もいつもの IKEA の食器よりは軽いなと感じました。頑丈そうですね。お値段が、ちょっといつもの IKEA 価格よりは高めかなっていう感じはしますけども、メイドインジャパンですごく素敵ですので、正直欲しいなと思ってます。今期食器欲しいの多すぎる。アジア9カ国でのみの発売と聞いています。まずはちょっと長くなってしまいましたけども、新商品情報がたくさんありますので、また次回 YouTube で紹介していきます。インスタグラムのストーリーズでもどんどん新商品情報は流しておりますので、もしよかったら見に来てください。また YouTube のコミュニティ投稿が、視聴者様も投稿できるようになりました。これは YouTube アプリから限定になると思います。もしよかったら IKEA 購入品でこれ買ったよとか、 IKEA の店舗でこんな可愛いのあったよみたいな投稿をぜひしてください。 IKEA ファン同士ワイワイしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。またすぐ次の動画でお会いしましょう。